今回はおろし生姜の長期保存方法をご紹介します。生姜は料理に活躍の多い食材ですが、その都度おろしたり刻んだりと用意するのが面倒で、ついつい便利なチューブ式のおろし生姜を使っている人も多いと思います。しかしチューブ生姜の添加物の多さはやはり気になるところ。この動画では生姜の長期保存方法と失敗しないコツやポイントについてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まず密閉できる蓋付きの瓶を用意します。ジャムの空き瓶などでも大丈夫です。今回使う瓶は容量 120cc です。こんな感じの大きな瓶ではなく、小さい瓶に分けた方が使いやすいですし、蓋の開け閉めによる腐敗も少なくなります。こんな感じで蓋の内側にパッキンがついている瓶をお持ちの場合はそちらを使うようにしましょう。しっかり密閉できるので、より腐敗しにくくなると思います。容器は熱湯消毒かアルコール消毒をして乾かしておきます。余分な雑菌や水分が入ると腐敗の原因になってしまうので注意しましょう。スプーンも使うので一緒に煮沸します。瓶も蓋も入れて5分くらい煮沸したら取り出してしっかり乾かしておきます。材料は生の生姜だけ。お塩などの調味料も一切使いません。今回は新生姜を使っていますが、普通の生姜でも問題なく作れます。生姜は新鮮なうちに作る方がいいので、買ってきたらすぐに仕込むことをおすすめします。生姜は皮ごと使うため、土などが残らないようにきれいに洗います。汚れが取りづらかったらスプーンでこすって落としましょう。洗ったら軽く水分を拭き取っておきます。少量の生姜で作る場合はおろし金でおろすのが簡単ですが、今回のように量が多い場合はブレンダーを使うと簡単におろし生姜が出来上がります。おろし器やブレンダーを使う時もアルコール消毒を忘れずに。生姜はある程度小さめに切って上から強くブレンダーで押すようにして潰していくと簡単に生姜おろしが出来上がります。おろし器でおろすよりも繊維が細かくなって生姜チューブとよく似た滑らかさになりますよ。今回は千切りバージョンも作ろうと思うので千切りにしていきます。切りながら市販のチューブ生姜について少しお話ししますと、チューブの生姜は国産生姜ではないですし、メーカーによっては半分以上添加物が使用されている場合もあります。チューブ1本でこれだけたくさんの添加物が使用されているのは驚きです。香料などは一括表示が可能な添加物なので、どんな種類が含まれているのか、何十種類使用されているのかすら分かりません。増粘剤も加工でんぷんと一括表示が許されている添加物なので、海外では禁止されている発がん性のあるものが混ざっている可能性もあります。増粘剤で粘性を出し、ソルビトールと香料で生姜の清涼感と香りをつけ、アミノ酸という化学調味料で美味しいと錯覚させる。これはもはや生姜とも言えない気がします。健康にいいと思って使っていた生姜がまさかこんなに添加物だらけで生姜のいい効果など得られないと知った日は本当にショックでした。今回ご紹介する方法は生姜を発酵させるので、生姜のより良い効果が期待できますよ。なるべく空気が入らないように軽く押さえながら詰めます。すべて詰めた時に生姜が容器の容量に足りず、
上部に空間ができてしまった場合は生姜が空気に触れないようにラップをかぶせます。蓋スレスレまで生姜がある場合はラップはなくても OK。 表面を覆ったら蓋をしっかり閉めて準備完了です。おろし生姜も瓶詰めしていきます。滑らかになったら先ほど消毒をしたスプーンを使い瓶に移します。瓶いっぱいに詰めてください。ぴったりでした。あんまりパンパンだと蓋をした時に汁があふれてきてしまいますので、そんな時はトントンして空気を抜いてあげましょう。瓶いっぱいに生姜を詰められた時はラップは必要ありません。そのまま蓋をきつく閉めてしまいましょう。あとは2週間蓋を開けずに冷蔵庫で寝かせます。2週間寝かせることで乳酸菌によって乳酸発酵が進み、長期保存できるようになります。なぜ乳酸発酵が進むと保存性が高まるのかというと、生姜の pH が低下し酸性になり、酸に弱い腐敗菌や有害な微生物の活動を抑制するので保存性が高まるということなんです。そしてこちらが2週間経過したものです。特に大きな変色も見られず、うまくいっていそうです。開けてみます。しっかりと密閉されていたようです。生姜を取り出すときは水分などがついていない清潔なスプーンを使うようにしましょう。普通の生姜チューブのようにお料理にお使いください。その都度おろす手間が省けるので時短にもなります。生姜チューブのような感覚ですぐに生姜が使えるのは楽ですし、発酵したことで辛みもマイルドになってとても美味しいですよ。何より添加物が入っていないという安心感もあります。千切り生姜の方も特に大きな変化はないですね。若干色が透明がかっていますが、こちらは特に問題ありません。出来上がった生姜は冷蔵庫で半年保存が可能です。そして生姜の保存でよくある心配が腐敗についてだと思います。まず生姜が赤みがかかってきたり茶色になった場合、これは生姜の成分であるポリフェノールが空気に触れて起こるものなので問題ありません。生姜の香りが弱くなったと感じた時も、発酵することによって生姜の辛みと香りが少しマイルドになっただけなので大丈夫です。時々瓶の下の方に白っぽいものが出ることがあるんですが、これは乳酸発酵によるオリなので食べても大丈夫です。逆にダメな腐敗はカビです。表面に白くほわほわしたものや黒い点々が出たら、それはカビなので食べるのはやめましょう。異臭がする場合も残念ながら破棄してください。出来上がった生姜を腐敗させる原因で一番多いのが、取り出す時のスプーンやお箸によって雑菌が入ることです。せっかく作った生姜をダメにしないためにも、取り出しに使うスプーンは清潔なものを使用するようにしましょう。生姜チューブのように使い勝手のいいこちらの生姜ですが、味や風味はチューブのものと比べ物にならないくらい美味しいです。お子様にも安心して食べてもらうことができます。これから気温が下がってきて冷える日も出てくるので、紅茶や甘酒に混ぜて体を温めるホットドリンクを作ったり、スープやお味噌汁に混ぜれば体がポカポカ温まります。煮魚に入れたり、生姜焼きに使ったり、サラダに混ぜたりとパパッと使うことができるので本当に便利です。夏に溜まったエアコンの冷えによる不調の改善にも役立つと思いますし、健康にいい生姜を毎日食べるいいきっかけにもなりますね。とても簡単なのでぜひ作ってみてください。
最後までご視聴していただきありがとうございました。